谷畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの西川です。今日は秋冬野菜の種まきの失敗例についてご説明していきます。もうすでに種まきのシーズンになってきています。皆さん種まきを始められる頃かと思いますが、種まきを失敗されて、悩んでいられる方もいると思います。春夏野菜ですと1週間ほどして出てこなかったら巻き直す、それでもダメならもう一度巻き直すというようなことで何回もチャレンジできるんですが、秋冬野菜の場合はあまり種まきの期間を取ることができないので、1回でちゃんとした種まきができるように、まず失敗例を今日はご紹介して、そのようなことがないようにしていただきたいと思います。最後に質問にも回答しますので、ぜひご覧ください。春に植えたグリーンカーテンにするためのヘチマやひょうたん、これが最盛期になってきています。こちらをご覧ください。こんな大きなヘチマが出来上がりました。何本も出来上がってきていますので、これが売れる頃取ってたわしにしてみたいと思います。合わせてひょうたんも植えてみました。これは千成ひょうたんですが、その名の通りたくさんのひょうたんができてきています。これは9月の終わりぐらいになったら、熟してくると思いますので、ひょうたんを収穫して中身をくり抜いてひょうたんランプなどをみんなで作ってみたいなと思っています。このようにいろいろな作物ができるので非常に楽しい農園です。それでは本題に行ってみましょう。初心者の方がよく間違えられるのは、鎮圧が足りない、種を植える深さを間違える、水をあげすぎる、または乾燥させてしまう、このような間違いで種が正しく発芽しないということがあります。それでは実際に種を植えてみましょう。まずマルチに穴を開けます。よく失敗するのは鎮圧を忘れてしまう。穴を開けたらそのまま種をまいてしまうということです。このようにすると種と土が密着しませんので、種に土の水分が吸収される機会が減ってしまいます。ですから必ず鎮圧が必要になります。次の例、種を深く植えすぎる、ぐっと押し込んで埋める方がいらっしゃいます。あまり深く植えますと根が出て芽が出ようとしても、上の土を押しのけるために時間がかかってしまいます。そのために、芽が出ない、だから水をまたあげるということで腐ってしまうことがあります。ですから、種を植える深さというのは十分注意していただきたいと思います。正しい深さにまいて土をかぶせたらもう一度鎮圧をするというのが重要です。次は水やりの失敗事例です。水をたくさんあげないといけないということで、たくさん水をまく方がいらっしゃいます。このようにたくさんまきますと水が中に溜まって、種が呼吸できない状態になります。種も根が出た状態から、酸素の呼吸を始めますので、適度な湿り気で十分なんです。ですから正しくは水流の安定したじょうろを1往復させるぐらいの水で十分です。これをたくさんあげすぎますと種が腐ってしまって発芽しないということになります。正しく水まきができるとそのままほったらかしにする方がいらっしゃいます。一旦含まれた水分がどんどん蒸発して、今度は水分不足になってしまう可能性が高いです。ですから正しく水まきができた後は不織布で覆って乾燥を防ぐというのが重要になります。次の失敗事例です。肥料を入れるのが種まきの直前であった、または肥料を過度に入れてしまうというのは失敗原因になります。夏野菜から秋冬野菜への切り替えのタイミングは非常に限られていますので、どうしても土作りが間に合わなかったということで肥料を入れた日に、種まきを始めてしまうというようなことがあるかもしれません。有機肥料の場合、土に入って土の中の微生物が分解をします。
分解をする時にアンモニアガスが出てしまいますので、そのアンモニアガスが出るのが弱まるタイミングというのがやはり3週間ぐらい、肥料を入れてから3週間ぐらいを置いていただきたいと思います。アンモニアガスがもし出たとすると、種が焼けてしまいます。それで発芽しないというようなことになります。また肥料を過剰に入れたという場合もアンモニアガスが出る期間が随分長くなります。肥料の入れすぎで、その後の生育にも影響は出ますが、種が焼ける原因にもなりますので、これが失敗事例の一つになります。皆さん肥料を入れてから種まきまでの期間を十分に取ることと、肥料の量を適度にコントロールするということを心がけていただきたいと思います。次の失敗事例は、種まきの適期でないのに時期に合わないような種をまいてしまうということがあります。例えば秋冬野菜の大根などは9月の中旬ぐらいが適当な種まきのタイミングになります。これを逃すと芽は伸びてきますが、小さなまま冬を越して春になると急に花が咲いておしまいになってしまうというようなことになります。種まきのタイミングというのが決まっていますので、皆さんよく購入された種袋の裏などを見ていただいて、どのような時期にまくんだということを注意してやっていただくのが必要になります。もし種まきの時期を遅らせてしまったというような時は、保温トンネルなんかで温度を確保してそれで育てるというような対応も必要になりますので、できるだけ適切な時期にまいていただくのが必要なことになるかと思います。それでは実際に種まきの時期について見ていきましょう。これはおろし大根の種ですが、この種屋さんはいろいろな地域で種まきの時期を規定されています。関東の場合だいたい9月を中心に種まきをするということになっています。ですからこの時期を逃すとうまく収穫できないということになります。この時期を必ず守っていただくようにしていただきたいと思います。次の事例ですが、一晩ぐらい水につけておきますと皮が破れて根が出てきます。でそれを植えると早く発芽するということで、発芽しやすい状態にすることはできます。ただコーティングをされた種については水につけると悪影響が出ますので、コーティングされている種はそのまま植えていただきます。ピンクとか緑とか赤とかいうようなことで非常にカラフルな状態の種がありますが、これはほとんどコーティングされた種です。コーティングされた種を水につけますと、せっかくあるコーティングが剥がれてしまいますので、発芽がかえって難しくなります。この点注意していただいて、水につけるべきもの、水につけないでまくものというのを見分けていただくようにお願いしたいと思います。こちらの種は辛味大根なんですが、殺菌処理はされていると思いますがコーティングはされていない。こちらは青首大根の種なんですが、少し赤い色をしています。こちらの方はコーティングをされている種です。このような種は水につけないということです。では実際に水につけてみましょう。こちらはコーティングのない種です。水はきれいなままですが、こちらはコーティングされた種。コーティングは水に溶け出して水がピンク色に染まってきています。土の中でこのようなコーティングが取れるようになっていますので、土の中に直接埋めていただく。コーティングされていない種は一晩水につけて芽出しをすれば発芽しやすいということは言えますので、このような種は水につけてもいいですが、このようにコーティングされた種は水につけないでそのまままいていただくということを心がけていただきたいと思います。それでは質問コーナーです。こちらの防虫ネットの張り方の動画について、コメントをいただきました。今年は秋冬野菜に挑戦してみたく、段ボールと防虫ネットを購入したいとホームセンターに行ったら、サイズが多種ありどれを選んでいいのか分かりませんでした。動画でお使いの段ボールの長さと太さ、防虫ネットの幅について教えてください。また100円ショップで一番大きなサイズの U 字型支柱を数本買ってあるのですが、同店に置いてあった防虫ネットは使えませんでした。適合する防虫ネットの幅がお分かりでしたら、こちらも合わせてご紹介くださいというコメントです。
こちらの農場で使っている段ポールは180センチの長さの段ポールで太さは5ミリです。防虫ネットについては2メーターの幅の防虫ネットを使っています。100円ショップの U 字型支柱、それから防虫ネットについてはタイミングによって違いますので、それをお答えするのは難しいと思いますが、まず防虫ネットは支柱の外周の 1.5 倍ぐらいの幅のものを選んでいただければ問題ないと思います。ですから、U 字型の支柱があれば支柱に沿って寸法を測ってみる。その寸法の 1.5 倍ぐらいの幅の防虫ネットがあれば、十分使えると思いますので、一度試してみてください。今日は秋冬野菜の種まきの失敗例をご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。家庭菜園ライフ